皆さんお元気でしょうか？スージーと申します。今回は劇場版からかい上手の高木さん。これ知ってる？ネタバレありの見どころ解説。今回はネタバレありの感想動画とはちょっと違う。まだ高木さんの映画を映画館で見ていない方は映画館に行きたくなるような、すでに高木さんの映画を見た方はもう一度高木さんの映画が見たくなるような、そういった見どころや裏話、見るべきポイントなどを話していこうと思います。今回の話の内容はパンフレットやインタビュー、ラジオや舞台挨拶などいろんな情報を踏まえた上で、実際に僕が何度か映画館に行って感じた内容などを話していこうと思います。記憶をたどりながら喋るので、セリフの言い回しとかが違う場面もありますが、そこはちょっとご了承ください。というわけで今回も早速行ってみましょう。まだ高木さんの映画を映画館で見ていない方に向けてお話しすると、今回の高木さんの映画はこれまでアニメを見てきたファンは間違いなく文句のない内容だし、初めて高木さんを見る人も高木さんと西方の関係さえ分かっていればすごくとっつきやすい内容になっています。映画のストーリーとしても初めの方でからかい上手の高木さんらしいからかいがあったりとか、少し恋愛に振った恋に振ったからかいがあったりとか、そしてストーリーが進むにつれて虫送りとか花との出会いとか、そういう物語の核心に触れる部分が描かれていくので、初めての人にもこれまで高木さんの原作やアニメを見ている方にもとても馴染みやすい話になっています。ですので初めての方でも安心して映画館に行ける内容になっています。さて前置きはここまで。ここからポイントを話していこうと思います。まず最初は劇場版からかい上手の高木さん、入場者特典が毎週変わるだけではなく、なんと毎週エンディング曲、そしてエンドロールも変わります。これめちゃくちゃ珍しくないですか？めちゃくちゃすごくないですか？毎週特典が変わる映画は結構アニメ作品とか多いと思うんですけど、まさか毎週高木さんが歌うエンディング曲、そしてエンドロールも変わるっていうのめちゃくちゃすごくないですか？どうなってるんですか？そんなことできるんですかってぐらい本当にすごいことだなと思います。からかい上手の高木さんって作品は高木さんが歌うエンディング曲っていうのも作品の一つの大きな魅力なんで、これが毎週変わるっていうのはね、ファンとしては本当に嬉しいですね。毎週変わるエンディング曲なんですが、もうすでに公式発表されているのでここで説明しておくと、1週目が明日への扉、2週目が天体観測、3週目がフラジール、そして4週目は君に届けでした。いや、この4曲全部も高木さんの世界観に合ってるし、高木さんの歌い方がまたとっても可愛いしで、めちゃくちゃに合ってるんですけども、1曲ずつ軽く説明していくと、1周目の明日への扉、これはもう歌詞もいいし、曲のアレンジが素晴らしかったです。特筆すべきは、大サビ前に高木さんがアカペラで歌うんですよね。音が一切消えるんですけど、そこの浸透感というか、そこの透明感がとんでもなかったですね。高木さんの歌声がダイレクトに映画館に響いてるこの環境、まさに天使、賛美歌ですよ、賛美歌。なんかもう召されてるような感覚に陥りますね。で、2週目、天体観測。純粋に世代だからめっちゃ好きっていうのと、2期7話の林間学校で最後に夜空に天の川が流れてそっから曲に入るってところで、僕ここで天体観測来たらめちゃくちゃ感動するなーと思ってたんです。で、そこはスターズが流れたんですけど、まさか劇場版で諦めていたバンプオブチキンが流れるってのはめちゃくちゃに良くて、いやめっちゃびっくりしたしめっちゃ感動しましたね。そして3週目、フラジール。合わないわけないですよね。某ピンク色のワゴンに乗る恋愛バラエティ的な、当時で言ったらバチバチに流行っていた恋愛ソングなんで、それを高木さんがバラード調で歌うってのは合わないはずがないですね。結構全体的にキーが高めなんで、高木さんの綺麗な裏声がスッと入ってくるような、そういうところがいいですね。もう高木さんの声にめっちゃ合った曲でした。そして4週目、君に届け。いや結構びっくりしましたね。この曲僕めちゃくちゃ好きで、もう曲が出た当初からカラオケに行ったら1曲目に絶対歌う曲みたいな感じですごく一時期歌ってたんですけど、もともとは君に届けっていう少女漫画の実写映画化の時の主題歌の曲なんですね。高木さんと西方とはちょっと違うシチュエーションの作品なんですけど、これがまた歌詞がめちゃくちゃいいんですよね。で、シチュエーション的には男の子が女の子に対して歌った歌なんですけど、それを高木さんが歌ってるってのがもう一ついいんですよね。いやもちろん西方目線の曲としても最高だし、逆に高木さんの立場になってこれを歌ってるってのすごく良くないですか？もう全編の歌詞がいいんで、全部説明するのはあれなんですけど、一つ挙げるとしたら、
来年も再来年も今以上に君が好きでってめちゃくちゃ良くないですか？泣くんですけど。ドストレートなこのラブソングで、このアップテンポな明るい曲調で、高木さんのまた明るい透明感のある歌声。いや、ほんと選んだ人にね、拍手を送りたいぐらい素晴らしい選曲でした。そしてエンドロールは、1周目はアニメの1期から3期を振り返るような内容。2週目は山本先生が今まで書いてきた作品の数々。そして3週目は劇場版のストーリーを振り返る内容。そして4週目なんですが、これがまた監督激推しの、最後は山本先生の描いたあの絵っていうことで、最後の絵が高木さんと西方が映画を見ているっていう構図だったんですけども、なんというか映画を見ている僕たちと高木さんと西方がなんかシンクロしているみたいな、二人の思い出を僕たちも追体験してるみたいな、そういうのが現れているような気がして、すごく個人的には良かったと思います。さて、ここからは基本的に映画のストーリーの順序に沿って話していこうと思います。続いては原作の山本宗一郎先生が監修&原画で参加している。僕個人的には山本先生が監修してるっていうのはめちゃくちゃ大きくて、からかい上手の高木さんっていう作品の根底にあるのは安心感だと思うんですよね。原作ではまだ高木さんと西方のからかい合いは続いてますけども、高木さんと西方が結婚して地位という子供が生まれてるっていう事実が確定しているっていうこの将来、これが作品の根底にある安心感だと思うんですよね。今回見ていただいたらわかると思うんですけども、映画の最後でもう絶対的な安心感を感じることができるんですね。そしてなおかつ山本宗一郎先生が参加してるってことは山本先生が認めてるってことに他ならないんで、もう先生が太鼓判を押す安心感のある内容だと僕は思いました。そして先生が原画で参加してるシーン、こちらアバンオープニングの前ですね。高木さんと西方が赤い傘で相合い傘をしているシーン、こちらが山本先生原画で参加しておりますんで、もし見逃した方はもう一度見ていただければと思います。そして続いて大原優子さんのオープニング。前回投稿した動画でも話をしたんですけども、今回の劇場版の主題歌、大原優子さんの始まりの夏、編曲の吉田実さんのアイデアで、小豆島での SE、効果音ですね、がふんだんに取り入れられています。冒頭の波の音、こちらは小豆島で実際に録音された音で、この他にも飛行機の音だったりとか、船の音、虫や鳥の声など、様々な SE が曲の中で使用されてるんですけども、ギターの音を小豆島に向かうフェリーの上でも収録されたそうで、一つ話をすると、曲のアウトローが終わって最後の最後の瞬間に扉が開く音が入ってるんですよね。これ劇場版ではちょっとわかるかわかんないんですけども、フルバージョンで聴いてもらうと本当に曲のラストで扉がガチャッと開く音が入ってるんですよね。これなんか実は大原優子さんがギター吉田さんが撮ってるってのを知らずに扉開けちゃって、その音がそのまま入ってるみたいなんですよね、実は。曲の尺的に切るにも切れずになんかそのまま採用したんですけども、それを大原さんはこの扉が開く音が始まりの夏の扉が開く音だってね言っててね、ああいいこと言うなとかうまいこと言うなと思いました。シチュエーションはねめちゃくちゃ合ってますよね。よく耳を澄まして聞いてみると他にもいろんな音が使用されているので、小豆島の空気感、小豆島での音をね感じ取っていただければと思います。さて続いてなんですが、これはぜひともちょっと個人的に話をさせていただきたいポイントなんですけども、オープニングラストに登場するタエちゃんってわかりますかね、猫なんですけども、オープニングのラストにあくびをしてる猫がね登場するんですけども、花じゃなくて、これも僕の動画の中では何回か話をさせてもらってると思うんですけども、これは小豆島のエンジェルロードに実際にいたタエちゃんっていう猫がモチーフなんですね。もうすでにこの子は亡くなってるんです。そして亡くなったのが高木さんの3期が放送する前なんですね。そしてこの猫ちゃん3期のオープニングにもちゃんと登場してるんです。3期のオープニングのサビでエンジェルロードが映るんですけども、浜口と北条さんが左の方でデートしてて、真ん中で大原優子さんが歌ってて、右側に猫がね映ってるんですよ。で3期のオープニングにも登場してますし、映画にも登場してて、なおかつエンドロールの特別協力のところにもちゃんとタエちゃんってね名前がクレジットされてるんですよ。これやばくないですか？スタッフさんのね愛がねすごすぎて、僕エンドロール見てる最中にねもう号泣してしまっていや初めてですね、文字を見て泣くっていうタエちゃんっていうクレジットを見て泣くっていうそれだけ
この高木さんのスタッフさんが、大ちゃんのことを愛してくれていたっていう証拠に他ならないんで、本当に素晴らしいことやなって思います。さて続いてなんですけども、オープニングですでに高木さんには花の声が聞こえていた。これ梶裕貴さんが舞台挨拶で言っててびっくりしたんですけど、実はオープニングで風が強いだ時に高木さんがハッとして振り返るシーンがあるんですね。実はその時にもうすでに高木さんには花の声が聞こえていて、今回の虫送りに出てくる妖怪のカボソがその声を届けてくれたんじゃないかって話をしてて、さらに花と別れた後、その時も風が吹いてて、その風に乗って花の別れの挨拶が届いていたんじゃないかっていう、これやばくないですか？で、さらに、オープニングで振り返る高木さんと、最後に振り返るちーちゃんの動きが同じだったって話がやばすぎないですか？マジで。どこまで計算してるのみたいな。この点と点が全部繋がっていく感じがね、めちゃくちゃすごくて、感動しましたね。この話を聞いた後にもう一回映画を見てみると、感じ方が全然違うんで、もしご存知でない方は、もう一度映画館で見てほしいと思います。よろしくお願いします。グリコで高木さんが最後にチョキを出した意味、そして最後夏祭りで西方がパー作戦をした意味、映画の最初の方でグリコをする話があるんですね。原作を読んでる人だったらわかる、ものすごく破壊力があるというか、どうなってんのこれみたいな感じの例のグリコ会。あれをね、映画の最初にね、持ってくるんですけども、そして最後の最後、罰ゲームを決めるんですけど、パーを出して負けたら何かされるみたいな、グーで出して負けたらジュースおごるみたいな、そういうのを言うんですけど、チョキを出して負けたらキスしてって言うんですよ。これってめっちゃすごくないですか？チョキ以外で負けたら何かをされるっていうのに対して、チョキで負けたらキスしてって言うんですよね。そして高木さんがチョキを出してるんですよ。ってことは、明らかにこれ高木さんが西方にキスしてって言ってるようなもんなんですよね。もうこれって明らかにもう狙ってるじゃないですか。もうこのめちゃくちゃに攻めた高木さんがね、まあ、可愛いですね、もう。まあ結果ね、西方がね、負けてしまうんで、高木さんが勝っちゃうんで、キスしてっていう約束はね、果たされないんですけども、また勝負をしようってね、話をするんですね。その時は、チョキを出して勝ったらキスするっていう罰ゲームをね、決めるわけですよ。そして、最後のシーン、もう一回グリコをするシーンがあるんですけど、この時ね、西方がね、パー作戦をね、実行するんですね。ずっとパーを出すっていうことをするんですが、っていうことはですよ、これもしかして高木さんがチョキを出して勝ったら、いやーもうね、西方がどういう意図を持ってパーを出していたのか、それを考えるのもまた楽しいと思います。同級生の会話は全て脚本がある。当たり前じゃないのって思う人はたくさんいると思うんですけど、これね、本編じゃないんですよ。実はね、ガヤの声も全て脚本があるそうなんですよね。なので、クラスの誰と誰が仲がいいとか、どんな会話をしてる、そういうのも全て脚本を書いていて、高木さんの世界観を崩さないようなガヤの徹底っぷりですよ。今回クラスメート同士の掛け合いも結構見れるんで、あ、このキャラクターとこのキャラクターが仲良かったんだとか、クラスの集合写真からもそういうのが垣間見れると思います。僕はね、ちょっと全然わかんなかったんですけど、クラスメートの会話も脚本があるんで、そういうのに耳をそば立てたらまた別の楽しみがあるかもしれませんね。ウンディーネ高木さん。今回の映画の高木さんの美しいシーンの一つとも言える、ウンディーネになる高木さん。プールで息を止める対決をするシーンがあるんですけども、ここの潜る際の日光の太陽の描写っていうのから光描写がね、また美しいんですよね。で、そしてその後に潜った後、あたかも自分が水中にいるようなこの BGM というか音作りというか、そして体育座りで潜る高木さんのね、この姿がね、まあ天使すぎます。もうね、水の精霊ですよね。もう完全にウンディーネですよね。で、西方に好きやじゃなくて、ウッキってね、伝えるところの水の描写もまた素晴らしいんで、これはもうさすが劇場版と言わざるを得ない描写ですね。プールの深さは突っ込んではいけません。浜口の頼みに即答する西方のイケメンさ。今回の劇場版で個人的にめちゃくちゃ好きなシーンなんですけど、プール上がりで髪の毛に水滴が残ってる西方、これがねめちゃくちゃかっこよくないですか？この作画の力の入れようというか、この西方の横顔がねめっちゃ好きだし、なんといっても浜口の頼みに何のためらいもなく、何の迷いもなく即答できる西方がねめちゃくちゃにかっこいいんですよね。ここ僕作画もね大好きなんですよ。西方めちゃくちゃかっこいいんですよね。ここもうとにかくかっこよすぎてね。
で、その後、浜口に高木さんの話をされるわけなんですけど、そこで照れる西方もね、かわいい。かっこいいしかわいい。で、その話を聞いて、んって反応する木村と高尾もいい味出してるし、真正面からの浜口の作画もね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。僕、ここのシーンの西方の作画めちゃくちゃ好きですね。もしかすると、この映画の中で一番西方がかっこよく描かれてる場面じゃないかって勝手に思ってます。作画的な意味ですけどね。精神的な意味ではまた別のシーンがありますけど。ホタルの話をする高木さんのほっぺた。プールでまのちゃんからホタルの話を聞いて、それを西方にするんですけども、ホタルを見たいって誘う高木さんの頬が赤いのがいいですよね。めちゃくちゃ可愛いですよね。夕日を浴びて赤いせいもあるけれども、もうそれは明らかに西方への思いが溢れてる証拠であって、これ西方がもしホタルの話を知ってたら、一緒に見たいって言うと永遠に結ばれるっていうね、意図がバレちゃうんですよね。でも西方はそれはきっと知らないけど、映画を見てる僕たち視聴者はみんなわかるわけですよ。っていうことは、高木さんは西方と永遠に結ばれたいっていう思いがあるってのはね、もうみんな知ってるんで、ここの高木さん、すごくね、乙女ですよね。可愛いですよね。高木さんの不安。さっきの話の続きなんですけど、まのちゃんの話を受けて西方をホタル見たいって誘ったのは、やっぱり中学から高校に変わるこの変化に不安を覚えたから高木さんは誘ったのかなって。ね、まのちゃんも不安じゃないって言ってたけど、よくあるような噂だけども、高木さんとしては、それこそ一期一話の消しゴムの裏に西方の名前書くとか、占いを結構信じたりとか、高木さんって占いとか噂話とか、そういうのも魅力に感じる、普通の女子中学生であって、やっぱり将来に不安を感じてしまうっていうのは、この中学3年生っていう時を生きる普通の中学生の女の子なんやなっていう感じる瞬間ですね。高木さんを誘った西方の勇気。今回劇場版西方の勇気がね、随所に見られるんですけども、ここもそのうちの一つですね。虫送りに高木さんを誘うことができたのは、一期から続くずっと長い二人の時間であったりとか、思いであったりとか、高木さんから電話で即答された時の西方がね、またいい反応するよね。ベッドにのの字を書いてる西方が乙女すぎるよね、もう。西方からメッセージが来て、それに答える高木さんの声のテンションがね、もうね、嬉しすぎて第一声が行くよっていうね、もう直球のものになってるのがいいですよね。虫送り行くよとかじゃなくて、行くよってね、まず最初にお気持ちをぶつけちゃうっていう。もう高木さんの嬉しさがね、爆発してるのがね、本当に手に取るようにわかりますね。で、ここ高木さんのね、部屋がまたちらっと映るんですけど、ここにさ、今まで西方からもらったびっくり箱とか、かんざしとか、そして3期最後の西方クエストの箱も置いてんのめちゃくちゃ尊いですよね。もう西方からもらったものすべてがなんかもう高木さん嬉しいみたいな。めちゃくちゃ乙女ですよね、そういうの。こういうところに高木さんの心情描写の丁寧さを感じれてね、すごく好きですね、ここ。高木さんの礼儀正しさ。高木さんも西方も本当に人の良さが出てますよね。それはこの作品が小豆島っていう自然豊かな穏やかな時間軸で描かれているからこそであって、かつ各描写が丁寧だからそう感じるのかなって思ったり、ここ好きやなって場面が虫送りの千枚田に行くわけなんですけど、バスを降りるときに高木さんがバスの運転手さんにお礼を言ってるところがね、好きですよね。あと、その後の虫送りで、青木さんと目が合って、丁寧にお辞儀するところとか、もう、できたお嫁さんですよね、もう。もう、完全に西方の彼女さんですよね。こういう丁寧なところが、なんか、作品を上品に仕上げてるような気がします。虫送りが完全にジブリ。今回の劇場版の一つの見どころである、虫送りのシーン。全編通してジブリのような様相を呈していて、もう完全に雰囲気がすごいです。描写も BGM もなんか荘厳な雰囲気を醸し出してるし、中でも西方と小さな女の子の掛け合いは本当にね、高木さんが言う通りお父さんみたいですよね。これはもう完全にいいお父さんにならざるを得ないですね、西方は。まるでトトロを見てるんじゃないかってぐらい心が洗われるやりとり。本当に素敵なシーンですよね。で、千枚田の原風景や音楽も相まっても、これぞ映画っていうね、贅沢な時間ですね、本当に。高木さんの願い。西方と一緒にホテを持って歩く高木さん。で、西方がなんでホタル見たいのって言った時に、高木さんは願いが叶いそうだからって答えるんですよね。これってまのちゃんから聞いた噂だったら、好きな人とずっと一緒にいられるってなってたはずなんで、
それを願いが叶いそうって表現した高木さんは、高木さんの願いってつまりそういうことだよねっていう、西方とずっとずっと一緒にいられますようにっていう高木さんの願いだよねっていう、もちろん西方はその意図は知らないけれども、一緒に蛍を探しそうとしてくれてるのがね、本当に西方の優しさが溢れてるシーンだと思います。結果この時二人は一緒に蛍を見ることができたのかどうか、それがまた後のバス停のシーンにも繋がってくるんですね。もし仮に蛍が見つからなかったとしても、高木さんとしては西方と一緒に中学3年生の夏の思い出を一緒に今作ってるっていうのはもうすごく嬉しいんじゃないかなって思いますね。もうそれだけで高木さんは幸せなんじゃないかなって感じるような、そういうシーンだと思います。来年の約束、虫送りの帰りのバスを待つシーン。このなんか猫バスが来そうな雰囲気の中、バスを待つ二人。ここの西方がまた素晴らしいんですよね。自然とそんなに恥ずかしがることもなく、来年も蛍探そうってね、高木さんを誘うのがね、もうね、西方偉すぎるよっていうね、いいよね、本当に。来年も一緒に虫送りに来て、一緒に蛍を探してっていうのはさ、もう蛍は見れなかったとしても、それはもう結果として、さっきも話したような、高木さんの不安も解消されるし、高木さんの願いも叶ってるし、たとえ中学、高校、どういう進路になるかわからないけれど、たとえ一緒だったとしても、離れ離れになったとしても、この約束がある限り、来年も高木さんと西方は一緒に虫送りに行くわけだし、一緒に蛍を探すんだし、西方とずっと一緒にいられますようにっていうね、もしかしたらの高木さんの願いが叶った証拠なんじゃないかなと思うとね、ものすごくいいなって思うんですね。なのでもう西方から来年も蛍探そうって誘うのは本当に素晴らしいシーンだなって改めて思いますね。そしてね、バスが来る直前に高木さんと西方が手が惹かれ合うシーンがまたここがね、すごく情緒が溢れますよね。結果としてその2つの手は繋がりませんでしたけども、また別のシーンでこれが繋がるわけなんですね。もう情緒溢れすぎて情緒不安定になるわ。もうまさにわびさびの世界観だと思います。素晴らしい。さて、虫送りのシーンが終わって、クラス集合写真の西方とミナの顔。卒業アルバムに載せるためのクラスの集合写真を撮ります。ここのね、西方とミナちゃんの顔に注目してほしいんですけど、二人ともね、笑ってないんですよね。卒アルに載せるための大切な写真なんで、みんなは基本的に笑顔だと思うんですけども、西方としてはこの前段にあった明日から夏休みだけども、まだ高木さんに勝てていない焦りなのか、はたまた高木さんへの思いに答えを出していないモヤモヤなのか、西方がね、終始ね、浮かない顔をしてるんですよね。なんか考え込んでるというか、なんか思い悩んでるというか、そして一方、いつもね、こういう時はテンションマックスのはずのミナちゃん。ミナちゃんがね、笑顔じゃないこの不自然さ。これがこの直後のゆかりちゃんを呼び止めるシーンに繋がってて、さなえちゃんが本格的に陸上するために都会の学校行くかもしれない、離れ離れになっちゃうかもしれないっていうね、この変わってしまう関係への物悲しさをもうこの時点で描いてるんじゃないかなって思います。そして来ました。高木さん、西方、花との出会い。もう説明する必要もないんですけども、花が可愛すぎてね、もうね、やばいですね。これ1回だけ見た人は、ぜひとも2回目を見てほしいんですよね。純粋に1回目でストーリーを全部把握した上でもう1回見ると、もう花との出会いの瞬間からやばくないですか？僕はね、ずっとやばかったんですけど。ね、すぐに西方に懐く花の、この花を抱きかかえる西方で、その西方を微笑みながら見守る高木さんがね、もうお母さんですよね。これもう母性ですよね。もう聖母マリアですよね。もっと高木さんですよね、これは。で、出会ってすぐのエピソードですごく好きな場面があって、お母さん猫を探すときに西方がにゃーにゃーって言って探すんですけど、高木さんがその時にね、クスッと笑ってるんですよね。これも完全に元高木さんですよね。どちらかというと、言うなれば3期9話の映画館に一緒に行った時に、カップルの西方ですって言い間違えて、それを高木さんが後ろでなんか微笑みながら見守ってるみたいな、あの感じがしてね、温かくて好きなんですよね。
西方のことを優しく見守る高木さんがね、またいい味出してますよね。好きです。で、さっきの優しく見守るに通ずるんですけども、高木さんの全工程、西方にこの子の飼い主探そうって言われて、笑顔で返事をする、うなずく高木さん。これね、とっても印象的なんですけど、これ基本的にはいつもいつでも高木さんは西方に対しては基本全肯定なんですよね。否定をしないんですよね。そもそも西方が優しくて悪いことをするような子じゃないんで、否定することがほぼないんですけども、もし何か西方が仮に悩んだ時とかも、なんか高木さんやったら、私はこっちの方がいいんじゃないかなみたいな、そういうなんか誘導というか、アドバイスというか、そういう言葉をかけて西方を導く感じがしてすごくいいなと思うんですよね。結構そういう意味では、元高木さんでの地位に対する言葉の書き方とかそういうのが結構多いんじゃないかなって、誘導というか、否定をしないみたいなね。もちろん怒るときは怒るみたいな、締めるところは締めるみたいなところもありますけど、基本高木さん、西方に対しての全肯定っていうのは、好きだからっていう気持ちもあるけど、西方のことを信頼しているからっていうのもね、大きいような気がします。太田さんとカツオの存在意義。太田さん、本当にいいキャラクターですよね。ひたすらに明るくて、優しくて、前向きで。子猫を飼ったことがない高木さんとか西方に対するこの触れ合い方、まさしくお姉さんみたいな存在ですよね。そして花の育て方を教えたりとか、高木さんの世界観に漏れずに優しく高木さんたちを見守る存在なんですけど、一方でカツオはかなり特殊なキャラクターで、高木さんの世界観にはなんかすごく浮いてるような存在なんですね。そもそも動物が意思を持って喋るっていうところがすごく異質なんですけど、コミカル一辺倒なんですね。で、結構毒もあったりとか。最初はね、僕正直カツオいるとかね思った時期もあったんですけど、よくよく考えると、カツオがいなかったら、花の飼い方をただただ説明するシーンが淡々と続いちゃうんで、そこはアクセント的にもスパイス的な意味でも全然やっぱりいるべきだし、ある意味ではシーンが華やかになるんで、穏やかな高木さんの世界に一つのスパイスを足してくれるみたいな足し算的な要素があるのかなと思ったり、そして何より、カツオがいることによって、高木さんたちと太田さんのこの距離感がすごく縮まったんじゃないかなって気がしますね。なんか超つがい的な存在で、一番カツオの重要なシーンはもうみんなここだと思うんですけども、いい夫婦だなっていうね、このセリフですよね。もうこのセリフが言えるのは間違いなくカツオだけですよね。カツオただ一人、いやカツオただ一匹。二人の関係を知ってる人が言っちゃうとなんかわざとらしく聞こえたりもする場面ではあるんですけど、完全な第三者であるカツオが言うことによって視聴者の声を代弁してるというか、そういう意味でもカツオの存在意義はね、とても大きなものだったんじゃないかなと思います。みなちゃんちの犬。やりたいこと100を考える3人娘のシーンで登場するワンちゃん。人懐っこいワンちゃんが出てくるんですけども、白黒の。これはおそらく山本先生が飼ってる犬がモチーフなんじゃないかなーって。白黒模様がね、かなり似てると思うんですけど、で、なおかつ人懐っこいところもモチーフになってると思うんですね。ちょっとぜひともワンちゃんにも注目していただけたらなと思います。さなえちゃんのアドリブ。さなえちゃん役の小倉優衣さんはテレビシリーズから結構アドリブを要求されることが多かったらしいんですけど、今回もそれがね、採用されてるそうです。やりたいことリストの最後のなんか星を見ながらって言ってるのはアドリブだそうです。僕はね、何回聞いても何言ってはんのかわからへんってなってるんで、ちょっとぜひともね、劇場でさなえちゃんがなんて言ってるのかをね、ちょっと僕に教えていただければなと思います。子猫にミーと名付けた高木さんの真意。西方と花の名付け勝負をするときに、高木さんはミーってね、名付けるんですよね。もちろん作中では語られてないんで、完全に僕の妄想ではあるんですけども、ミーミーなくミーを覚えていたくてって高木さんが答えるわけなんですけども、これってすごく深くないですか？もちろんこの時点では、花との別れなんて全く考えてないと思うんです。でもこの先のストーリーで結局花とは点っていうことになるじゃないですか。結果として高木さんと西方はミーミーなくミーを覚えていたくてって言っときながら、高木さんと西方はこの先ミーミーなくミーの成長した姿は見れないわけじゃないですか。だからミーミーなくミー、このミーしか記憶に留めることができないんですね。高木さんとしてはミーミーなくミーを覚えていたくてミーっていう名前を名付けるんですけども、結果、カナと別れることになったけども、
高木さんとしてはずっとそのミーミー泣くミーを覚えていて、太田さんからもらった首輪も持ってるし、もしかするとそれが最後の首輪のシーンにつながってるのかなとか思うと、なんかね、うまく言えないんですけど、なんかねってならないですか？もう完全に僕の妄想なんですけど、これは。大人になっても、もっと高木さんになっても、ミーミー泣くミーを覚えていたのかなと思うと、ちょっとね、すごくね、なんか来るものがあります。で、まあ、それとは別に、ミーミー泣くミーを覚えていたくて、で、答える高木さんが、その花をね、もう我が子のような表情で、膝の上に置いているね、その高木さんを見て、照れる西方の表情がね、もうめっちゃいいですよね。この二人と一匹のね、関係も完全にね、もう家族と言っても差し支えがないような、すごくいいですよね。花への呼びかけ。高木さんと西方は花が好きだから花ってね、名付けます。で、ここがまたいいんですけども、パンフレットとかで、梶さんや高橋さんも言ってたんですけども、声の高さも声色も違う女の子と男の子の呼びかけなんですけども、3回ほどね、花って呼ぶんですけど、このトーンがね、どれも周波数とかが違うんですけども、2人の声は確かにシンクロしてて、最後に花って言ってんだ抱きつくところとか、もうカツオのセリフを借りるといい夫婦だな状態ですよね。もうめっちゃいいですね。この花って言ってね、抱きに行くところとかめちゃくちゃいいですよね。なんかこの名付けがね、なんかね、まるでね、ちーちゃんのことをね、最初に呼ぶような感じもしてね。いや、もうなんかいいなって思うんですよね。ちーちゃんを最初に呼ぶときとかこんな感じなのかなとか思ったりとか、もうそうするともう一つ、もう一段階、もう二段階ちょっと感情が乗っかっちゃいますね、もう。作中最大の高木さんの照れ。ついに中学3年生最後の夏休みが開幕します。ここの描写とか BGM がめちゃくちゃ好きなんですけど、今回は飛ばします。もう自転車を飛ばして神社に着く西方。西方が神社に着くとすでに花は高木さんの膝の上でお昼寝中。花に触れたくて仕方がない西方は、花を起こさないように高木さんの膝の上で眠る花にちょっと呼びかけたりするんですけども、もうここの高木さんが作中最大規模の照れを見せてくれますよね。めちゃくちゃに可愛いですよね。この顔を見るためにずっと高木さん見てきた感ありますよね。でも高木さんがここまで照れてるのに西方は気づかないんですよね。さすが西方。だからこそ西方なんですよね。もう照れたら負けの勝負だったら完全に西方完全勝利してるんですけども、西方は気づかないわけですよ。もうこの高木さんがね、可愛すぎて、くすぐったそうにする高木さんもそうですけども、何よりもすごく幸せそうな高木さんを見てる僕たちが幸せですよね。いやー、ずっと見たかった高木さんの表情を見せていただいてありがとうございましたって感じですね。花と中学最後の夏休み。大原優子さんの挿入歌浜坊の花に合わせて、高木さん、西方、花の夏休みが始まります。ずっといいシーンが続いていくわけなんですけども、途中ね、西方がお手製のモグラ叩きを作る最中に、スマホの写真を見るんですけど、そこで花を膝の上で撫でる高木さんに目を奪われるシーンがあるんですけどね。ここが、いいですよね。で、西方がね、頬を染めると同時に、よしと意気込んで、またモグラ叩きを作る作業を続けるわけなんですけども、良すぎますよね。もう、いいなーって感じがします。で、一番好きなシーンはもう、なんといっても、大雨のシーンですね。突然の大雨に慌てて花の元へ駆けつける高木さんと西方なんですけども、花のために一生懸命になってる二人がもう尊すぎるんですけど、なんとか神社までたどり着いて、洪水のような大雨に二人ともすごく焦るんですけども、階段の上で花を見つけるわけなんです。西方はレインコートのフードが外れてるのも構わずに、高木さんはレインコートに傘なんですけど、傘も投げ捨てて花の元へ向かうわけですよね。で、高木さんは持っていたタオルで花を抱きかかえて、神社の軒先まで連れてって雨宿りをするわけなんですけど、ここのシーンがね、いいですよね。いや、生まれてまだ1ヶ月2ヶ月の子猫ですよ、花は。その花がもう必死にニャーニャー泣きながら高木さんに抱きかかえられてる姿とかさ、なんかもう命の尊さを感じざるを得ないシーンですよね。で、花が無事だったことをね、高木さんも西方も涙を流しながら嬉しがるわけなんですけども、やっぱり西方の涙はね、すごく、いい
いなって思いますね。もちろん高木さんもすごく心配してるんですけども、それ以上に本当に西方花のことが心配だったんだなっていうのがよくわかる抱き方というか、びしょ濡れになりながら花の元まで駆けつけた西方に、高木さんはもう一枚のタオルを西方にかけて頭を拭いてあげるわけなんですよね。なんかこういうのを言うのも無粋なんですけど、もう完全に家族じゃないですか。いや、このシーンは本当にね、もう歴史に名を刻むんじゃないかってぐらいにね、もう名シーンだと思ってます。いや、そしてですよ、もうダメ押しかのように、雨が上がった神社の下で、高木さんと西方と花とが川の字で寝てるんですよね。もう完全に家族じゃないですか。いや、もう幸せの縮図ですよね。もう名実ともに家族と言っても差し支えないと思います。このシーンは本当にね、好きすぎてね、もう見るたびにもうここで涙が止まらなくなります。もう何度も言ってちょっと無粋なんですけども、やっぱり花がどうしてもね、ちーちゃんにね、変換されてしまうんですよね。もう多分皆さん思ってると思うんで、今更こういうことを言うのもなんなんですけども、やっぱり花を見てると、ちーちゃんが生まれたらこんな感じなのかなとか、ちーちゃんにね、何かあったら、西方も高木さんもこんな感じで心配して、無事だったら涙を流しながら安心して喜ぶのかなとか、1回目の時はね、そこまで思わなかったんですけど、やっぱ何回も見るにつれて、花がちいちゃんに変換されてしまう病気にね、侵されてしまいました。いや、本当にこの幸せが一生続いていけばよかったなって思ったりもしますね。本当に1回しか見てない方は、ぜひとももう一度見ていただけたらなと思います。高木さん花 VS 西方の構図。このシーンもね、すごく好きなんですけど、西方お手製のモグラ叩き対決をするときに、花が勝ったらおやつをあげるって言われるんですけど、高木さんがそれに乗っかって、じゃあ花が勝ったら自分にもジュースをおごってっていうね、この高木さんがね、超可愛いんですよね。で、花に、頑張ってってね、言う高木さんがまた可愛いんですよね。ここめっちゃ好きなんですよね。なんかさながらさ、元高木さんの親子対決のような感じがしてさ。で、花の仕草もすごくね、可愛いんですよね。1回目は叩けなくて、モグラ西方が出てきたところをね、ガチガチガチって言ってクンクンクンってやるんで、もうこの花がね、可愛すぎてやばいですね。この後西方のことを無事捕まえた後にペロペロする花もね、超絶可愛いですよね。花可愛いですよね、もう。皆のセリフに込められたスタッフさんの思い。映画全編を通して、一つスタッフさんからのメッセージがあるとするならば、多分ここじゃないかっていうシーンがある、すごく大事なシーンなんですけども、僕個人としても、この思いを伝えたいから、この動画を作ったってぐらい、ちょっと言いたいことがあるんですけども、三人娘がやりたいことリスト100を実行していくわけなんですけども、それももうすぐ終わりっていうところで、みなちゃんがね、言うんですよね。終わりたくないよ。ずっとずっと続けていたいっていう言葉を言うんですけど、おそらく僕このセリフにスタッフさんの思いが全て詰まってると思ってて、スタッフさんとしてもこの高木さんっていう作品を終わりたくなくて、ずっとずっと続けていたくてっていうね、思いがあるんじゃないかなって、あってほしいなって思ってて、それは僕自身もだし、この動画を見てくれてる高木さん好きな人は全員ね、思ってると思います。これもまた別の動画でね、言ったと思うんですけども、でもやっぱりこの思いを伝えたくて、そして続けるためには、やっぱり応援し続けていくことが大事だと思うし、で、今直近でできる応援っていうのは、映画館に行って高木さんの映画を見ることに他ならないと思うんですよね。もちろん原作買うとか、この先映画の DVD が出たらそれ購入するっていうのももちろんなんですけども、直近で今できる高木さんへの応援っていうのは、やっぱり映画を映画館で見るっていうことだと思うんですね。なんで高木さんっていう作品をずっとずっと続けていきたいっていう願いを叶えるために、ずっと見ていたいっていう僕たちの願いを叶えるためにも、劇場に足を運んでもらえたらなーって思います。僕ももちろんまだまだ行く予定ではありますし、無理のない程度にこのスタッフさんの思いが叶えられるように僕は応援していくつもりです。よかったら皆さんもよろしくお願いします。そしてこの後なんですけども、早苗がね、みなとゆかりの手を取るんですけど、ここ早苗ちゃんの顔が映ってないんですよね。早苗ちゃんの顔を見たみなとゆかりの顔は映ってるんですけど、早苗ちゃん自身の顔は映ってないんですよね。で、その早苗ちゃんの顔を見た二人の表情がね、とっても寂しげなんですよね。ここ、早苗ちゃんどんな表情
してるのかなって。多分、作中では絶対に見られないような、すごく寂しげな、もしかすると涙を浮かべたような表情をしてるのかもなーって思うと、またそこも今までの三人娘にはない物語性とか関係性っていうのを感じることができてね、すごくいいシーンだと思います。花を探す西方の言葉。花がいなくなったことに気づいた高木さんと西方。西方はこの時、またお散歩に行ってるなーってね、軽口を叩きながら花を探し始めるんですけど、ここで軽口を叩いてるのは、梶さん曰く、高木さんを安心させるためらしくて、そこにも西方の優しさの一端がね、現れてるそうなんですよ。この後高木さんの家の子になったらおてんばは封印だぞとか、そういうことを言いながら探すんですけども、高木さんとしては花がいなくなったことに気づいた瞬間にすごい不安な表情にね、なってるわけなんですけど、西方はそれを少しでも安心させるため、和らげるために、こういう軽口を叩きながら、花は大丈夫だよ、きっといるよ、みたいなニュアンスで探してるっていうのをなんか言ってはって、西方ってそういうところでも心遣いができる優しい男の子なんやなっていうのがね、すごくなんか感じましたね。西方ってなんか僕が思っている以上に、すごく繊細で優しい子なんだなっていう、ちょっと新たな発見というか、西方めっちゃかっこいいし、めっちゃ優しいのはね、分かってるつもりではあったんですけど、それ以上に繊細なところも読み取れる男の子なんだなってなんか、もう一段階深く理解した感じがありましたね。うん。花との別れ、高木さんの涙。ここから花との別れのシーンが続いていくわけなんですけども、途中からね、高木さんの表情が映らなくなるわけですよね。男の子と女の子に花が拾われて、家族に連れられるシーンがあるんですけども、西方が説得しようと、パッと行こうとした瞬間に、高木さんが西方の腕をね、掴むわけなんです。この掴んだ手の力の入れ具合が、結構力がこもってるように見受けられるんですよね。絵的に言うと、その腕に手が食い込んでるみたいな、そんな感じの描写がちゃんとされてて、ただ単にとっと掴んだんじゃなくて、ぐっと腕を掴んだって感じの、そういう表現がされてて、で、ここも高木さんの表情が映らないわけですよね。映るのは、高木さんの表情を見た西方の、なんというか、どうすることもできない無念さみたいな表情だけなんですよね。ここが、高橋さんが言う、押している描写だから、行為としては引いてっていう。特にここは、吐息とかも入ってないシーンが多いんで、その間に気持ちを作って、この後の涙のシーンにぶつけていくっていう、そういう演出の仕方っていうのかな。ここ高木さんのセリフとしてはものすごく少ないんですけど、その分西方が高木さんの思いを、気持ちを代弁してるというか表してるっていう、そういうシーンなんじゃないかなって思います。で、この後の高木さんの涙ですよね。さっき言った推しの表現、映像描写はすごく推してるんですよね、もちろん。高木さんが今まで作中では流したことのない涙、しかも大粒の涙を流すわけなんですよね。でも声は引きの演技なんですよね。高木さんはそんな大声で泣いたりするような子じゃないとか、そんなうわーんって泣くような子じゃ絶対にないと僕もそう思うんで、あくまでも高橋さんとしては引きの涙の演技というか、高木さんの感情はものすごく、悲しいだとかそういう気持ちはあるけども、第一に考えているのは、もちろん花の幸せだし、涙という形で感情はこぼれるけども、思いはやっぱそれは揺るがないもんだし、最後の最後まで高木さんはもちろん花の幸せを第一に行動をずっとしてきたっていう証拠に他ならないと思います。ちょっと自分の中でも考えがまとまってないんで、なんか言葉がどちらかってるんですけども、ちょっと現状はそういう表現方法でさせてください。はい。西方の告白、高木さんのうなずき。今回の劇場版、一番大事なシーンと言っても過言ではない場所ですね。西方の告白。作中初めて涙を流した高木さん。高木さんの紡ぐ言葉に西方は高木さんの両手を取って答えます。ここがね、西方の最大級の、なんていうのかな、優しさとでも言いましょうか。が見られるね、場面です。もうね、すごくもう超個人的な意見なんですけども、ここはね、100% の愛の告白をしている場面ではないと思うんですね、僕は。
どちらかというと、花という大切な存在を失ってしまった高木さんのどうすることもできない喪失感、それを埋めるために安心させるための言葉でもあるんじゃないかなって思ってます。でもそれはこの場を取り繕うためだけの言葉ではもちろんないし、一期からずっと積み重なってきた二人の関係、ずっと一期から高木さんの思いを受け取ってきた西方の答えでもあるし、それはもちろん3期の最後でホワイトデーっていう形で形にもしているし、でも最後の最後の一歩が踏み出せずにいた二人の関係というか、西方の思いへの答えというか、この西方の言葉が花の幸せを一番に願った高木さんへの最善の最良の答えだったと思うし、それは花ももちろんこの先ずっと幸せだし、高木さん自身も幸せになるっていう言葉、そのためには自分が幸せにするよっていう言葉、それが高木さんに対して最善の、そして最良の答えだったんじゃないかなって思ってます。だから花がいなくなったから告白しただとか、そういうチャッチなもんじゃなくて、今まで最後の一歩が踏み出せなかった西方の背中を押してくれたのが花だったっていう、花との出会いが高木さんのことも、そして西方のことも幸せにしてくれたんじゃないかなって、最後の一押しになったんじゃないのかなって思います。自分でも何言ってるかわかりません。そしてね、この後、西方がずっとって言った後に、二人の姿が小さくなっていくわけなんですけども、ここね、高木さんがね、ちゃんとね、うなずいてるんですよ。僕全然気づかなかった。7回見て初めて気づきました。僕ずっとね、西方がずっとって言った後、高木さんの中でもなかなかね、思いがまとまらなくて、何の返事もしてなかったとね、ずっと思ってたんですけど。7回目でね、やっとね、高木さんうなずいてんじゃんってね、気づきました。いやーもう無理喋れない。いやーちゃんとね、西方の告白にね、答えを出してるんですね、高木さん。この場で。いやーもうね、すごすぎて。いやーもう本当に最高の告白のシーンだったと思います。そして今回、100% 片思いが登場しない理由がすごい。これね、パンフレットで赤木監督が言ってたんですけども、今回の劇場版に 100% 片思いが登場しないんですけど、これ明確な理由があるそうなんです。簡潔に説明すると、西方はもう 100% 片思いの段階をとうに卒業しているかららしいんですよ。これってすごくないですか？登場させる理由ってのはいくらでもあるんですけど、登場しない理由が明確に存在してて、それを表現するためにあえて登場させていないんだそうです。だから登場させないことによる表現の仕方、これはね、言われないと絶対に気づかないですよ。そこまで考えて演出の上で登場させていないっていうこの選択、これすごくないですか？ということは、西方はこの劇場版が始まった段階から 100% 片思いの段階をもうとうに超越してるわけですよね。100% 片思いの先を行ってるんですよね、西方はもうすでに。それはもう冒頭からクライマックスのわけですよね。100% 片思いをもってしても、西方と高木さんの関係には及ばないというか、もう西方と高木さんの関係もそれ以上先行っちゃってんよっていうのがもうすごいですよね。登場しない理由があるっていうのがね、いや、これはすごい目から鱗が落ちましたね。素晴らしいです。リンゴ飴屋のおじさんが神すぎる。夏祭りのシーンで、リンゴ飴の屋台のおじさんが、カップルさん、今年ははぐれんなよってね、からかってくるわけなんですけど、ここすごいですよね。ここ西方否定せずに、入ってね、うなずいてるんですよ。これすごいですよね。おじさんよく言ってくれた、現地取りました、事実確認取りました、カップル認定しましたって、そういうことですよ、これ。このやりとりでしっかりと高木さんと西方がカップルになったっていう事実を明らかにしてくれたおじさんはね、マジで神ですよね。この確認がなかったら、3期最終話みたいに、付き合ったの？付き合ってない？どうなってるの？みたいな感じになるんじゃなくて、ちゃんと劇場版でおじさんの発言を持って、ここで
でカップル認定されましたって確定したわけですよ。これはもうおじさん神と言わずなんという。いやもうこのおじさんに MVP あげたいですね。夏祭りオールスター。夏祭りのね、夏祭り感がすごくないですか？先ほどのリンゴ飴屋のおじさんしかり、この後登場する駄菓子屋のおじさんしかり、で、金魚すくいの兄弟もね、出てるんですよね。そして木村さんの上ですよ。もう、2期12話最終話、もう夏祭りのネタをもう、こと細かく拾ってきて展開していくこの最後のお祭り感。もうね、こういうの大好物です。今まで登場してきたキャラクターがわーっと登場する展開も大好きです。もう本当に映画のラストにふさわしい、この怒涛の展開。いや、本当素晴らしいですね。大好きです、こういうの。高木さんの夢が叶うとき。高木さんと西方は、木村と高尾の計らいで、二人きりで特等席で花火を見る展開に。暗くて足場の悪い石段を登っていくんですけども、ここでね、もう西方が自然と高木さんに手を差し出してるのがもうかっこよすぎますよね。2期最終話の時とはね、また違う西方のかっこよさがありますよね。そしてですよ、この2期最終話夏祭りで一緒に見ることができなかった花火。これさ、3期の冒頭で高木さんが夢の中で見た花火。で、映画のラストでこれを実際に夢じゃなくて見せてくれる演出、これも神としか言いようがありませんじゃないでしょうか。そしてもう一つ外せないのは BGM ですね。このラストの花火の BGM なんですけど、3期1話の夢で花火を見て、で、そこから桜のシーンが流れるんですけど、そこで流れてる BGM のアレンジなんですよね。いや、そしてさらにですよ、3期1話の夢が覚めた後、高木さんはね、言ってるんですよ。いつか言ってもらえるかなって。言ってもらえてるんですよ。2期のラストと3期の1話と3期の最終話と、そして劇場版がね、すべてね、繋がってるんですよ。これ、どうなんですか？どこまで計算かわかりませんけどさ、もう計算し尽くしたとしても、計算じゃなかったとしてもさ、全部繋がってんのやばすぎませんか？ 3 期の1話のいつか言ってもらえるかなもそうですし、2期の最終話で一緒に見たかった花火、これらの高木さんの夢が全て叶った瞬間ですよね。このラストってのは。いや、これはもう、脚本家の皆さん、スタッフの皆さんにスタンディングオーベーションで迎えたいですよね。いや、素晴らしすぎる。そしてもっと高木さんへ、時は流れて、エンドロールの後、虫送り。見たことがあるような、でも初めて見る女の子。まさかのちーちゃんの登場ですよね。エンドロールで、宮本ゆめって流れた瞬間に、ちーちゃん出たっけ？ちーちゃんってちーちゃん、いや、別のちーちゃんいたっけみたいな。もうこの時点でさ、この後の展開がちょっと予測できて、もうその時点で、泣いてたわけなんですけど。エンドロールで泣くっていう、2回目。いや、ついに、本家本元に元高木さん、西方家がね、初登場ですよ。もうこの時点でさ、ファンとしてはもうやばすぎて、もう号泣必須なんですけど、前述した通り、ここのちーちゃんの振り向きがね、高木さんと同じ動きをね、してるらしいんですよね。で、ここでお母さんがね、ちゃんとね、チーってね、明言してる、言葉にしてるのも感動するんですけど、何よりすごいのが、大人西方がこの後、お母さん、チーって言って慌てて追いかけていくシーン、セリフがあるんですけど、これなんとね、梶裕貴さんのアドリブらしいですよ。なんか入れられる間があったから、どうしても名前呼びたいなーってことで、ここでアドリブで、お母さん、チーってね、名前を呼んだらしいんですけど、これ、マジで神すぎませんか？やばすぎませんか？すごすぎませんか？いや、ほんとそうなんですよね。ファンとしては、その一言がね、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。ちゃんとお父さんとして、お母さん、チーってね、名前を呼ぶことの大切さですよ。これはね、本当にね、ありがたい。ありがとうございます。もうさすがの一言ですよ。もう、カジさんもね、相当な高木さんファンなんで、もうファンとして本当にありがとうございますとしか言いようがないですよね。本当にね、西方がカジさんでよかったーってね、本当に思えた結末ですよね、これは。
本当に梶さんだからこそ、梶さんが高木さんファンだからこそ思いついたできた技ですよね。もう本当にね、ありがとうございますとしか言いようがありません。ありがとうございます。西方を担当してくださいまして本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いしますってことですよね。高木さんを総括するような伏線回収。もうね、もう言わずもがなというか、先ほども言いましたけど、最後西方家がね、帰宅して最後に映る猫のさくちゃん。さくちゃんがつけてる首輪が、高木さんが太田さんから花へのプレゼントでもらった首輪と同じものなんですよね。ずっとその首輪を大切に取っておいたんですよね。春との出会いと別れ、この思い出が高木さんと西方にきっかけを与えて背中を押してくれた。その花がつけるはずだった首輪をちーっていう新しい家族、新しい命を迎えて子猫の策につけてるのってのがまたエモすぎませんかね。時代を超えて花への思いがなんか受け継がれているような気がしてなりません、僕は。この夏祭りの下りだったりとか、花火の下りだったりとか、虫送りのシーンで新たな家族とホタルを一緒に見れたりだとか、そして最後のさくちゃんへの首輪だったりとか、もうここまで綺麗に最後の最後までいろんな伏線を回収してつなげてきて、点と点を全部組み合わせて線にして全部ひっくるめて一つの物語として完結させるこの伏線回収。いや、ラブコメとは思えないような伏線回収とか、他の作品とかミステリーとかでもさ、ここまで綺麗に伏線回収できる話がどれだけあります？ここまで綺麗に伏線回収するラブコメってすごすぎないですか？本当に見事としか言いようがありません。高木さんの世界観もそうだし、高木さんというストーリーもそうだし、この劇場版から怪上手の高木さんという話だけでもそうなんですけど、もう伏線回収が見事すぎて、これ本当にラブコメって思うような本当に素晴らしすぎる出来でした。ただ一つ言えることは、からかい上手の高木さんに出会えてよかった。もうその一言につきます。見事な、素晴らしい、最高の劇場版でした。そして最後の見どころ解説38個目は、実は高木さん3期のオープニングは劇場版の後の話だった。いやもうこれは叙述トリックですよね。3期のオープニング見てるときは、もう尊いなぁ、可愛いなぁとしか思いませんでしたけど、劇場版の後の話やって知ってから見ると、とんでもなくないですか？ということはですよ、3期のオープニングの2人は、すでにもう付き合った後の2人ですよ。だからもう完全無欠のデートですよ、ずっと。本屋さんに行くのも、駄菓子屋で高尾や木村に会うのも、オリーブ公園で西方がオリーブフロートを食べてるのも、高木さんがオリーブの葉っぱを見つめて2人で歩いてるのも、そして高木さんと西方がエンデルロードを手をハート型にして走ってる、通っているところも全部2人が付き合った後の話なんですよね。高木さんと西方が船の上にいて、風に飛ばされた高木さんの帽子を西方が拾いに行って、西方がその帽子を高木さんにかぶせてあげるっていうくだりあるじゃないですか。そして高木さんが西方の肩に肩ツンするんですよね。肩と肩でツンってトンってするんですけど、初めてあのシーン見たときは、もうこの二人も完全に付き合ってんじゃんとか思ってましたけど、もう本当に付き合ってましたね。なんか謎の涙が出てくる。もう完全にね、スタッフさんにね、からかわれましたね、これは。もしこの話ご存知でない方がおられましたら、映画を見た後にもう一度高木さんの3期のオープニング振り返って見てみてはいかがでしょうか。最後の最後までスタッフさんにからかわれっぱなしの最高の幸せの時間でした。スタッフの皆さん、キャストの皆さん、そして山本宗一郎先生、本当にありがとうございました。ただ一言お礼を伝えたいですね。さて最後ですが、プラスアルファということで、正直ね、どうでもいいことなんですけども、実はね、この高木さんの映画の中に、僕の名前がね、登場しているそうです。わー、やったーもちろん全然関係者とかじゃないんですけど、僕の名前、スージーっていうのがどこかに登場しているそうです。もう全く無関係ですけど、めっちゃ嬉しいですね。よかったら探してみてください。僕はね、自分じゃ気づかなかったんですけど、フォロワーさんに教えていただいて初めて気づきました。よかったらね、作中どこかにあるスージーっていうね、名前をね、探していただければと思います。頻度は
太田さんとカツオがいるビーンズのどこかのシーンで載ってるそうです。見つけた方はコメント欄とかで教えていただけると嬉しいです。さて、この動画なんですけども、冒頭で言った通りに、この動画を作った理由は、何か一つでも気になること、わからなかったことがあれば、ぜひとも劇場にもう一度足を運んで、実際に自分の目で確認していただければなと思います。この動画が一人でも多く、そして一回でも多く、高木さんの映画を見るきっかけになれば、本当にこれ以上ない幸せです。というわけで、長時間のご視聴ありがとうございました。よかったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、スージーでした。じゃあね。